20。そうね、今日リオとニナが話すことになりましたがなんか面白いと思う、多分絶対面白いと思う。なんか、でも面白いと思う。面白いと思う。しかもイジューのみんなも見たそう。見たそう。すっごいボケの感じがいいから、だってメンバーも見てて笑ってるから面白いやろ。ミニプロジェクトの一番最初めっちゃどうでもいい未公開エピソードっていうかなんだけど、アイシンの時にその時にみんなでめっちゃ頑張ろうみたいな感じになってて、いろんな面で頑張ってたんだよね、みんなで。でニナとリマもちゃんと健康になろうみたいな感じでサラダとかも頑張って食べようとしてて、でもその中やっぱり無理だったのよ。だからお母さんに荷物を送ってもらって、その中にお菓子を少し入れてもらったのよ。入れてもらったね。それポテチ入れてもらって、ポテチをその時持って行ったのよ、会社に。それでみんなでトイレでこれはもう本当に超未公開なんだけど、イッチーさんのアイシー踊ってたわけなのだから、もう結構体力的にもあれじゃん。だからもうみんなでももう疲れた、お腹空いたみたいになって、もうニナが「ちょっと待ってて」って言って、ニナが廊下まで走って早く隠しても出てきて開けて食べるぞみたいな感じで、もみんなやばいうまいみたいになって、それからもそのポテチが今でもハマる。だけどなんか日本にも売ってるのかな。アメリカのマートみたいな。私自身もそういうとこに行かないから、でもこの前さニナがさまた買ってきてくれたじゃん、このでっかいやつ。だから余計一番でっかいやつ買ってきて、でっかいやつ買ってきてくれて、でまた日本の宿舎帰ったらそれを開けようねっていう話してるじゃん。もうちょっとその日付が今近くなってきて、私はめっちゃ嬉しいです。なんか他のアイドル練習生とかもこういう話あるからさ、絶対多分ウィジュもそういうのあるのかなって気になると思うのよ。オーディション中だったんですけど、ちょっとトイレの中で食べました。すいません。あれ本当にあの時本当に幸せだった。でその後ダンスめっちゃ頑張ったよね。頑張りましたね。頑張りました。その子。私たちの性格似てるとこばっかだよ。意外とね。似てるとこばっかり。リオニのが分かったそう。分かる。なんかニナがもう今は高校生じゃん。でも会った時って中3とか中 2?3? とかだったじゃん。だからまだニナがすごく幼い性格だった頃は、もう自分の昔を見てるような感じだった、本当に。だからニナが今こういうことですごく落ち込んだんだろうなとか、今こういうことでちょっと不機嫌になったんだろうなとか、今こういうことがあるからめっちゃ喜んでるんだろうなとか、めっちゃ分かった。すごい。だから逆に自分もどうすればいいか分かんなかったと思うわ。自分だったからどうされたか分かんなかったから。でもニナもコンテンツとかを見て思った。今めちゃくちゃ分かるとか、めちゃくちゃ見てて同じことやってるなとか、ニナが同じことやってるし、なんかお兄がこのコメント言った時にもうマジで共感。でもすっごいニナが今大人になったから、めっちゃ大人になったから、だいぶなんかその違う部分も出てきたって感じ。でもニナの本当に最初の頃、20プロジェクトからもデビューぐらいの頃はマジで多分リオニが言ってたから分かるけど、多分リオニの若い頃なんだろうなと。本当にそうだった。話聞くと全く同じやわ。そう。まあでもね、可愛らしい性格だよね。その時はその時で。まあお互い可愛いということで。そう、お互い可愛いということで。コアラでしょ。コアラとなんだろうとはなんない気がするね。なんか私たちの中だからわかる。20は何ってなるよね、これは多分。でもこれも実際にこのポジションもガチのこの体勢も5回ぐらいは起きてるはず。これリアニが木でニナがコアラなんですけど、ニナがダンス練習で疲れたとかになるとテンション上がるじゃん。そしたらその時ハマってたのがリオニの足引き。だる。マジでだるい。でも私はもう何もせずただ突っ立ってるっていう。突っ立っててニナに一方的に抱きつかれるっていう。でリオニは別に特にもう慣れてる感じの。もうこんな感じ。だからもう本当にこれとこれ。これなんですよ。だけど本当にこのままだよね。こんな感じ。もう移住これを想像してください。もうそんな感じ。思ったらこれ本当にこのままだよね。
関係もこうじゃない、なんか、これを見てよくメンバーが笑ってる。だから確かに。でもリオもリオでもうさ、もう突っ立ってるかもうニナを突き放すかもどっちかじゃん。あ、ニナウィップダンスしたら、あ、ニナオナニポみたいな。メモ取り。そう。いつもなんかそんな感じで。そんな感じですね。一番かっこよく感じた瞬間はめっちゃある。ここ最近で一番やっぱり感動、かっこいいなって思うのはやっぱりもう一つのステージに立ってニナが歌ってる瞬間が一番かっこいい。あれは本当になんか普段こうやってリオに抱きついてきたりメンバーに甘えてるニナじゃなくて、もうニナっていうそのなんか雰囲気とオーラとその感じがめっちゃなんか、あ、これはなんか普段なんかめっちゃニナに対してなんかもう本当に何やってんのみたいな感じだけど、そんな風には言えないくらいスンと立ってるその感じがめっちゃかっこいいなって思った。特になんかね、リオが東京公演、大阪の東京公演のリハーサルで多分ネバレナフとその時にね調子よかった。そう、その時と多分ノバディも多分リハでやってたよね、とりあえず。でリハーサルのその姿だけで、ああかっこいいなってめっちゃ思った。基本的ずっと歌わない組はさ、こうやって前のとかで見たり後ろで見たりとかしてる時に、わあかっこいいな、すごいなって。ありがとう。やだ、恥ずかしい。私がリオンニからもらった成長が、リオンすごく末っ子だから、まあ、結構なんだ、多分何でもやってこれたのよ。分かる、言いたいこと。なんか末っ子だからこそ全部親から許されることも結構あるじゃん。それでもうなんか結構なんだろう、自分がやりたい風にやってきたと思うのね。だけど多分、まあ、20に入ったのもあるけど、いろんな生き方があるんだと思って、なんだ取り入れ方とか いろんな、この私はすごくこう思うけど他の人はこうやって取り入れてこうやって反応するんだっていうのをオンに見てすごく、ああ全然考えすぎてたと思ったことがあった。なるほどね。なんかリオにはすごく全てを考え込んでるけど、でも最後には流せれるじゃん、誰かが何か言っても。そうね、あ、まあ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 できるじゃん。それができなかったんだよ。だけどそれを見て、流せばいいんだみたいな感じ。普通に何でもなんか何か嫌なことあっても別に流せばフリーロッチみたいな感じになるじゃん。リオンの流し方見て、ああニナも流せばいいんだって思った。初めて思ってても別にそこで引っかからないんだっていうのがすごく、あ、すごいなと思って。ニナと一緒なんだよね、リオも。なんかニナのそのまっすぐにこうやってこう思ってるんだけどどうなのっていうあれを聞いて、そうリオが学んだことで言うと、そういうことをニナが率先してくれるから、あ、なんか自分だけじゃないんだ、こういうふうに考えちゃうのってみたいな。年下ながらもちゃんといろいろなことをみんなの感情とか読み取って、あ、こういうふうに考えてたんだ、あ、なんか悩んでるのって自分だけじゃないんだなってすごく思ったりして、何回か心も救われたし、あ、じゃあこういうふうに考えてるんだったら私はこうしようって思えるようにもなったし、じゃあ全く同じだから、もう本当にそうだからめっちゃお互い話し合って、2人とも何が何々を学んだよありがとうとは言わないけど、お互いを学んで何かあったとしても、あ、多分ニナは今こういうふうな考えがあるからこうしてるんだろうなって心の中で思って見守るようにもなったし、みんなも楽になった。だからすごいなんか、だから逆に今こういうふうに話せていいよね。一番あれじゃない、逆に20の中でここで学んだ気がするかも。本当にそう、本当にリオはそうだと思うし、なんかすごく自分も自身の性格もすごくなんか変わった部分がある。考え方とか接し方とかなんか伝え方とかすごい変わった気がする。お互い末っ子だったしね、多分色系作放送ソーションが自分がちゃんと必要な時に現実に引き戻してくれるニナの世界に行き過ぎちゃう時もあるじゃん。だからそういう時にはちゃんとそれを、いやそれはないよ、こうだよってそれは多分大丈夫で起きないよみたいな感じで言ってくれるのがリオニだから、あ、正直現実的に考えたらそうだよねってなって、あ、よかったよかったってなるのが
多い。だから、ね、なんか余計に心配しちゃったこととかも、なんかでもこうなってこうなってこうなったらどうするのって絶対そんなところまでいかないはずなのに、それでいやそれはないからって言ってくれると安心する。だから結構スパッて言うからね。逆にスパッて言ってくれるのがありがたい。まあ私は、多分ニナ的にはあんまり多分リオの性格が多分分かってると思うけど、あんまり素直じゃないし、そう素直だけど、なんかさこんな感じじゃん。もうなんかこうやってギュッてされても、ずっとなんかもうみたいな感じじゃん。もう本当にそんな感じで、なんか割とニナとかに何か言われてもなんか素直に「こんばんは」とか言わないじゃん。あんまり言えないじゃん。そうだけど、なんか今日ちょっと私的にちょっと顔死んでるなって時とか、ちょっと気分落ち込んでるまではいかないけど、なんかちょっと気分乗らないなって時にでもニナとかがなんか「언니 진짜 예뻐」とか「언니」とか言うじゃんよく。でそれを私はちょっと気分良くないなって思ってるから「みたいな感じで「って感じで「さあさあ」みたいな感じだけど、内心「ニナが예뻐」って言ったから可愛いんかなってなって可愛いよ。本当に気分が上がる。本当に5くらいは上がる。それは嬉しい。知らなかったでしょ。知らなかった。いつもなんかすごい素直に受け取らないなって感じじゃない？いつも元からあんまりそれを表現に出さないタイプだとは知ってたけど、たまに逆にしてくれる時あるじゃん。なんか「本当に今日綺麗だね」って言ったら「綺麗でしょ」とか言ってくる時にやっぱ伝わってるのかなっていう少しのそのあれがくれる時がすごく嬉しい。内心ではめっちゃなんか喜んでんねん。私今日可愛いんかみたいな。自分的には微妙だけど可愛いんだったらいいかみたいな。ありがたいなって。なんか逆にニナとすごくなんかいろいろなエピソードがあるから、パンパンパンって話がどんどん出てくる。本当に。コンテンツは出てるけど、メイキングとかで私たちの面白い瞬間とか出てないじゃん。ツッコミしてくれるところあんまり出てないじゃん。だから逆にそういうエピソードとか、そういう関係性を見せれてよかった、今日。結構ね、メンバーみんなと私話すけど、結構割とニナと2人でなんかちゃんと話し合う時間結構多いじゃん。だからなんかすごくそんな感じでなんか仲良くやってますよっていう感じ。みんなが思ってる以上になんかちょっと深いとこまで話し合ってるんですよ、ニナさんとは。なので、よかった。ありがとうございます。楽しかった。さすがや。楽しいよめっちゃ。じゃあニナは家帰って、そうしたいと思います。あなたはじゃあ楽しんでなさいと思って。ケーキ食べとくわ。分かった。半分残しといてな。